はい、ではじわじわと前髪からですね。そして、で、頬のライン。ホームベース型っていうんですかね。こういうしっかりした顔の輪郭。で、こちらの方、首が、長いですね。若干ですね。配置かなって感じですけど、気にせずにね、進めていきます。で、ネクタイですね。で、似顔絵師さんね、いっぱいいらっしゃるんですけどね、水彩使えるのは強みかなと思いますね。やっぱりまだまだアナログ作品もね、強いですのでね、削っていきます。男性ね、難しいと思うんですけど、紙もね、そんな量が少ないんで、あれなんですけども、よく見ながら描いていきます。逆にね、難しいかと思うんですけれども、こう描いていきます。目と目の間隔は1個分ぐらいですかね。優しい表情が出てくればいいかなと思います。ベタもね、書いておきます。はい、こんな感じで、大体ちょっと違和感ないかなって感じで見ていただきますね。眉毛は優しい感じですね。もうちょっとシュッとしている感じですね。はい、修正していきながら描いていきます。少ないですね。このように。で、歯を若干入れていきます。で、下唇は少し透明にありますね。で、口の端はちょっとだけ上がっている感じで描きます。眉毛ね、眉毛ちょっと特徴的ですね。上がってもいないんですけども、下がっても、この反り具合の眉毛をちゃんと描いていただいて、目元は優しくですね。はい。はい。ふんわりとした感じですね。ですね。男性難しいかと思うんですけど、はい、このスピードでそこまでかけたらもう十分素晴らしいかなと。はい。ね、もう本当順番一緒ですね。左の目の端から描いていきます。シュッとしたね、目の方なんですけども。はい、もうこんな感じでね、太めに入れます。目も描いていきます。右はね、左側から描いて、同じように、右側ですね。こういう感じで太いラインを入れます。目はね、ちょっときっちりゆっくりね、描いていこうかと思います。はい、そしてですね、ちょっと私の描き方として、こういうラインを入れまして、いただいて全然いいので、このように、ちょっとバランスよく描けるようにいたします。描いていきます。ちょっと横に入れて、そして縦に入れてっていう感じですね。眉毛はささっといった感じでいいので、このように描きます。はい、ではね、口を描いていきます。口ね、難しいっていう方多くいらっしゃるんですけど、自然なね、笑顔はやっぱり口で決まると思うんです。大体みんなね、この辺上手に描けるんですけども、口が微妙にずれているとちょっとバランス崩れちゃうので、はい、ちょっと注意しながら、一本線入れてから、ちょっと漫画っぽい感じで、口を描いていきます。こっち上がってて、こっちも上がってるって感じですね。で、下唇を描いていきます。この方の場合は、上唇はなくてもいいかなと思いますが、若干ね、ちょっとだけ入れてもね、いいかなと思います。ここがね、綺麗に見えるかと思います。塗った時もね、この地点を目指すので、このね、髪の毛の最終地点は閉じて、つながっている方がいいかなと思います。で、髪の毛を描いて、続けて描いていきます。はい、いきます。はい、そして、頬から続
続けて描いていきます。こちらもね、シュッと、細い太い、ラインから細いラインですね。緩急つけて、強弱つけて描いていきます。そして、顎につなげます。髪の毛を続けて描いていこうかと思います。で、耳元ですね、下ろしていって、耳が乗っかる感じですね。で、左側の髪の毛も描いていきます。つなげるの大事なので気をつけながら描いていきます。おろそかにならないようにしっかりとつなげて、私の描き方としてはちょっと先にラインをですね、描いてしまいます。はい、首元、シャツですね。直線ではですね、こうやって、若干丁寧に描いていきますね。丸みをつけてネクタイですね。はい、こちらまでできましたですね。はい、あとですね、ひげですね。ひげちょっと薄く、あまり濃くないので、薄いグレーのペン、筆ペンみたいなもので入れていきます。気をつけながらですね。あまり濃くになりすぎないように、薄い筆ペンなどでひげを描いていきます。これぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。あまり濃い、ね、この方濃くないので、そしてこちらの、口元ですね。描いていきます。はい。軽くね、こんな感じでいいかなと思います。あと、ひげですね。若干、筆の付けなんかでもう一度軽く入れておくといいかなと思います。少しでいいのでね、いろんな線がある方がいいかと思います。で、髪の毛も若干ね、付け足しておくとより丁寧なイラストになるかなと思います。はい、ここまでできたらですね、色をつけていきたいと思いますので、消しゴムで消していこうかと思います。顔の中ね、より丁寧に綺麗に消していっていただけたらと思いますね。だと思います。上手とはまた違うんですけどね、魅力のある絵ですね。はい、では消しゴムで消していきました。はい、それでやっていこうと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、星とかね、丸とかね、簡単に入れました。で、いきます。もうジャブジャブぐらいでね、全然大丈夫ですね。はい。を出していきます。これぐらいでちょっとやっていきます。で、首なんかでちょっと試し塗りみたいな感じで塗りますね。これぐらいの薄さでいいかと思います。塗った時濃いって感じても乾いたら薄くなりますのでね。はい。ですね。はい。大丈夫かなって感じですね。で、鼻筋ですね。さっきの小瓶でね、溶いたのはね、ちょっと色が混ざるとね、良くないので、こういう場合大丈夫ですけどね、黒とかなんか変な色が混ざるとよろしくないので、肌色は小瓶で、色紙水分たくさん吸い込むんで、多めに使ったと思った肌色でも意外とたくさんいる場合があります。肌色だけはね、綺麗にしっかりと塗れたらね、全然あとは楽になります。ちょっと難しいかと思いますので、熊取り筆で塗っていきます。おいおいですね。綺麗な仕上がり方ですね。作品として綺麗な仕上がり方またお伝えできるかと思います。ある程度ね、水彩が慣れてきましたら、そのような仕上げ方もありますので、水彩がね、ほっぺたとかぼかすの大変かなっていうのもあります。はい。髪の毛でもね、割と色を使うので、取っておきます。あえて見せるっていう感じですね。そういう塗り方をまずしていただけると、なんていうかな。
上手にっていうか綺麗に見えますので難しいんですけれども、これぐらいで黒の割合を増やしていきます。そして上から塗っていきます。重ねるように透明水彩なので塗っていきます。3段階ぐらい塗れるとね、またいい感じの厚みが出るかと思います。ほぼ黒に近い感じでこの方ですね、色を重ねていきます。同じように頭頂部から黒を入れます。だいぶね、黒みがかってきましたね。はい。ポイントとしてましては、その内側ですね、外側は光が当たってるんで、そんなベタに塗らなくてもいいので、顔周りだけこう暗めに塗る感じで入れていただけたらと思います。ですね。こんな感じで塗っていきますね。はい。黄色とブルーとか緑とかで男性なんで描いていってもいいかなと思います。ささっとですね、塗り重ねるように塗っていきます。こんな感じですね。はい、前半戦ですね、背景までですね、塗れたら後半戦ですね、仕上げていこうかと思います。では、瞳の中ですね、塗っていきます。それから目の影ですね、奥舞台のところです。なんていうか、取ります。で、眉毛の下なんかも入れていきます。そして口ですね。上唇薄い感じなので塗りまして、はい、こんな感じでグラデーションをつけていきます。大きめなんかは焦げ茶肌色とその中間のベージュでまた塗るっていう感じでも手法もあります。はい、ここまで描けましたら目の縦線のね、影をいつものように入れていただきます。こんな感じですね。だいたい顔の中ができたんですけれども、男性なので、ちょっとこのコピックですね、ピンクを入れていきます。薄い色はね、やっぱりコピックをね、使うといいかと思います。バランスのペンはコピックですね。薄いこういう色で塗っていただけるといいかと思います。はい。こんな感じで、だいたい仕上がりました。せっかくなんでね、前回と同じような感じで、黒いペンでですね、ちょっと引き締めていこうかと思います。難しいかと思うんですけれども、黒をですね、黒めの焦げ茶でもいいですし、茶色っぽい、筆ペンでもいいので、のせていきます。わかりやすいように、私は黒でですね、ちょっと引き締めております。デジタルでもね、あるんですけどね、ラインをちょっと、この線画をね、色をつけることによって、よりね、深みのある絵が仕上がるかと思います。こんな感じでお好みで黒を入れていきます。だと思います。はい。こんな感じで、色塗りですね。こちらの方が完成いたしました。では、ホワイトですね。入れていこうかと思います。だいたいですね、軽くですね、仕上げていきました。こんな感じで完成ですね。